全国的に空き地問題が続いています。好調なのは大阪の道頓堀や東京の渋谷など大都市がほとんど。地方都市の一等地が何年も更地のままというケースは日本中にあります。でも今回紹介する場所はちょっと次元が違います。道後温泉から歩いて約10分。年間約76万人が宿泊に訪れる観光地のすぐ隣に何十年もずっと空き地のままの更地が3カ所あります。しかも全部愛媛県が持っている土地です。なぜこんな場所が放置されたままなのでしょうか。今回は愛媛県松山市道後温泉エリアの手つかずの更地を徹底的に紹介いたします。ということで道後温泉にやってきました。道後温泉駅へは市内を走る路面電車もしくは観光バスでやってくる人が多いように感じます。着いたら道後温泉商店街の入り口が目の前でとってもワクワクしますよね。来てみて驚くのが人の多さです。平日でも観光客で賑わっていて外国の方もたくさんいます。日本の温泉100選では全国2位、草津に次ぐランキングです。じゃらんの人気温泉地ランキングでも2年連続3位。今、道後温泉は間違いなく全盛期です。商店街には坊っちゃん団子のお店、みかんジュースのお店、いなり寿司のお店など魅力的なお店がたくさんあって見ているだけで楽しい。観光客が行き交ってとても活気がある印象です。こちらが有名な道後温泉本館です。3000年の歴史を誇り、日本最古と言われる温泉。明治時代に建てられた木造の建物で、2024年7月に6年に及ぶ改修工事が終わって全館営業を再開しました。しかしここから歩いてわずか数分、なんか急に静かになりました。見ての通り広い駐車場が広がっています。しかも一箇所だけじゃない。こっちにも駐車場、あっちにも駐車場。こんなに駐車場って必要っていうレベルで3カ所も使われています。愛媛県民は駐車場が好きなのでしょうか。しかも更地のすぐ横には普通に民家があるんですよね。生活感のある住宅街の中に突然空き地が現れた感じです。駐車場という軽い用途で使われているこれらの更地、一体誰の土地なんでしょうか。調べてみると全部愛媛県が所有する土地でした。そしてこの更地の隣に大きな建物があります。愛媛県民文化会館です。世界的に有名な建築家が設計した建物で、メインホールは2725席。西日本最大級の規模を誇ります。この県民文化会館、実際にすごい催し物が開かれています。ウーバーワールド、モーニング娘。水木奈々、全国規模の学会も定期的に開催されています。愛媛県全体の文化の核になっている施設です。その西側と南側に3カ所の更地がある。路面電車の駅前で空港リムジンバスの停留所も目の前にあります。アクセス抜群なはずなのに、なんでこんな場所が更地のままなんでしょうか。調べてみると、愛媛県はこの3カ所を一体的に開発しようとしていることが分かりました。行政の資料が公表されているので見てみましょう。西側の更地には新しい会議施設を作る計画です。定員200人から300人の会議室を3、4室と1500から2000平米の大きな多目的ホール。南側の大きい方の更地には高級ホテルを作る計画です。VIP にも対応できる質の高い客室や会食会場、リラクゼーション施設。ただのビジネスホテルではなく、海外の富裕層にも対応できるような施設です。南側のもう一箇所は駐車場として整備します。この3箇所が全部揃って初めて一つのプロジェクトが完成する設計です。組み合わせるとこうなります。県民文化会館の大ホールで学会の全体会議、西側の新しい会議施設で分科会、南側の高級ホテルに参加者が宿泊、夜は歩いて道後温泉へ。他の都市には絶対できない組み合わせですよね。東京で学会をやっても温泉はありません。大阪でも福岡でも無理です。これ松山だけの話です。
計画自体はよくできているのにもかかわらず、なぜ計画が動かないのか。愛媛県は民間の建設会社や運営会社に一緒にやりませんかと呼びかけました。1回目、断られました。計画を練り直して2回目、また断られました。理由はどちらも採算が取れないというもの。全国2位の温泉地の隣なのに採算が取れない。これちょっとおかしくないですか？なんでそうなるのか。ここまで調べて私は一つのことが気になりました。そもそもこの土地、いつからここにあるのでしょうか？その答えはズバリ土地の登記簿にあるので、早速まずは西側エリアの登記簿を取ってみました。この場所を取得した年は1975年、51年前です。取得の理由が買収。もともと農地や田んぼだった土地を県が買い上げた記録が残っています。ここで少し調べてみると面白いことがわかりました。この場所、もともとは愛媛県農業試験場があった場所なんです。農業試験場を廃止して1986年にここに県民文化会館を建てました。西側の更地はその農業試験場の敷地が残ったものと考えられます。つまり西側の更地の出発点は農業試験場の跡地というわけです。そして1994年、道後温泉本館建設100周年の記念イベントとして、坊ちゃん列車の復元運行が行われたのですが、その出発地がどこだったかというと、県民文化会館隣の空き地だったんです。30年前にすでに空き地として使われていた。農業試験場があった場所が試験場の廃止後も何十年もそのまま空き地として残り続けた。それが今の西側の更地の正体です。続いて南側も登記簿を見てみましょう。こちらは2003年に愛媛県が売買で取得した土地です。取得価格はなんと19億5千万。なぜ19億5千万もかけてここを買ったのか。2003年当時、愛媛県は文化交流施設整備基本構想という計画を持っていました。松山城と道後温泉の動線上にあるこの場所に、県立図書館、県民公文書館、道後村役場、フードコートを建設して文化と賑わいの拠点にしようというものでした。計画自体は面白いですね。だから土地を買った。ところがここからが問題でした。財政難を理由に計画は凍結されてしまったのです。一棟の建物も建てられないまま土地だけが残った。しかもここで衝撃的な記録が残っています。愛媛県の外部監査報告書には、建物整備費用をどう工面するかについては、入念に検討された形跡は議事録からは見当たらないと書かれています。つまり、建てるためのお金のめどがないまま、土地だけ先に買ってしまったのです。購入から2年後に行われた外部監査でも19億5千万で買った土地が駐車場にしか使われていないことを監査人が強く問題提起しています。さらに衝撃的なのが地価の推移です。取得時19億5千万だった土地が固定資産評価額で13億9千万にまで下落してしまいました。地価が減り続けているのに20年以上そのままになっていたわけです。ちなみにこの南側の土地、取得した相手は神話観光産業株式会社という会社です。皆さんこの会社は聞いたことありますか？私も最初は知りませんでした。でもこの会社の住所を調べてみて思わず声が出ましたね。現在の ANA クラウンプラザホテル松山の住所と完全に一致します。そうなんです。このホテルを作った会社が神話観光産業でした。1979年、自社が持っていた土地に全日空ホテルを誘致して松山初の本格シティホテルを誕生させた。松山の中心部に大きな土地を持っていた地元の有力な観光不動産会社。それが神話観光産業でした。この会社が道後温泉のそばの土地を1984年から次々と買い集めていた記録が登記簿に残っていたのです。なぜそんなにも土地を買い集めていたのでしょうか。
1988年から1991年、日本中が熱狂していた時代です。土地を買えば必ず値上がりするという空気が日本を覆っていました。神話観光産業もその波に乗って土地を買い集めるたびに銀行から大量にお金を借りていることが登記簿からわかります。ただその金額がちょっと頭がおかしいレベルです。日本長期信用銀行から21億円、日本工業銀行から9億円、日本債券信用銀行から4億円、住友信託銀行から13億円、商工組合中央金庫から30億円。1枚の土地の書類だけで合計60億を超える借金が記録されています。しかも数ある土地のうちたった1枚だけの話です。全部合わせたらいくらになるのか計算するのが怖くて途中でやめました。ちなみにこの60億、道後温泉本館の改修工事にかかった費用が26億なので、その2倍以上です。道後温泉本館を2棟建て直してもお釣りが来る金額を1枚の土地に突っ込んでいたわけです。バブルってすごい。一体何を作ろうとしていたんでしょうか？書類にはそこまでは書かれていません。でも、道後温泉のすぐそばでこれだけの資金を動かしていたということは、愛媛県が今まさに計画している高級ホテルや会議施設のようなものをバブルの時代に民間でやろうとしていたと考えるのが自然です。もし実現していたら、道後温泉エリアは今と全く違う姿になっていたかもしれない。そう思うと何とも切ない話です。そして1991年、バブルが崩壊します。土地の値段が暴落、株価が暴落して借金だけが残る。1998年、日本長期信用銀行が経営破綻しました。同じ年、日本債券信用銀行も破綻。日本を揺るがした2つの銀行の破綻が道後温泉のすぐそばの土地の書類にちゃんと記録されていたわけです。その後、神話観光産業はもはや身動きが取れなくなっていました。そして2003年に周辺の土地がすべて愛媛県に売り渡され、すべての借金が同じ日に一斉に消えました。神話観光産業のバブルの夢はここで終わりを迎えたわけですね。そして愛媛県はこの土地を文化交流施設を作るためという名目で19億5000万で引き取った。でも建てるお金のめどがないまま計画は凍結された。バブルで消えた会社の土地が愛媛県の財政難によってさらに凍結された。二重の意味で夢が止まった場所が今の南側の更地です。また、南側の土地を調べていると、ちょっと気になるものが出てきました。県の計画を見てみると、不整形な箇所がいくつかあったので、ここも調べてみました。どうやら日本郵便の土地が1軒、個人名義の土地が2軒隣接しているようです。特に個人の方の土地は2軒とも1960年代から相続で代々引き継がれてきた土地です。バブルの嵐が吹き荒れた時代も、神話観光産業が周囲の土地を買い集めた時代も、ずっと守り続けてきた大切な土地ということです。個人の方からしてみれば、いきなり大型施設が来ると言われても素直に OK とは言えないのかなとも思ったりします。現地に行ってみると、更地には株式会社第一開発という看板が立っていました。松山市内に駐車場を50カ所以上展開している地元の駐車場管理会社です。愛媛県の公式ページにも借受人を第一開発に決定したと記載されていました。実は愛媛県は南側の土地を貸し出すことで年間約3000万の地代を受け取っています。これ多いように聞こえますが、19億5000万で買った土地から年間3000万の収入というのは利回りに直すとわずか 1.5% です。しかも松山市への交付金支払いを差し引くと 0.82%。愛媛県の監査人もこの状況を公文書で強く問題提起しています。ただここで私は一つ気づきました。駐車場として収入があるということは、急いで開発しなくても県としては困らないということでもあります。毎年3000万が入ってくる。計画が頓挫しても維持費は賄える。これが急がなくていい理由になっているのかもしれないのです。
ここまで見てきて全国2位の温泉地の隣なのになぜ採算が取れないのかを整理したいと思います。よく言われる理由は2つあります。1つ目は建設費の問題。コロナ後から資材価格と人件費が急騰していて、今は10年前の 1.5 倍から2倍に近いコストがかかると言われています。同じようなマイス施設を札幌市が建設しようとした時の事業費は当初280億の計画が最終的に592億まで膨らみました。2倍以上です。建てるだけでこれだけかかる。採算を取るにはそれだけの収益が必要になります。2つ目は収益の問題。会議施設というのはイベントがある時しか人が来ません。普段は空っぽです。ホテルも同じで、学会や国際会議がない日は稼働率が下がります。知事が言及したバンケット機能、つまり宴会場や披露宴会場は結婚式の件数が年々減っているので需要が読めない。要するに建てるのに巨額のお金がかかる一方、稼げる日が限られていて、稼げない日は維持費だけがかかり続ける。民間の会社が手を挙げないのは当然といえば当然の話なんです。ただ現地を見てきて建設費や収益の問題だけじゃないと思っています。個人的にはそもそもこの土地が何かを作るために取得した土地ではなかったことが一番の根っこにある理由だと思っています。西側の土地は農業試験場の跡地です。試験場が廃止された後、何十年もそのまま残り続けた。南側の土地は文化交流施設を建てようと言って19億5000万で買ったのに、建てるお金のめどがないまま計画が凍結された。財政難を理由に20年以上動けていない。さらにバブルで消えた会社の借金の後始末として手に入った土地でもある。何のために取得したかが最初から曖昧だったり、計画が途中で頓挫したりした土地に改めてさあ開発しようと言っても絵が描きにくいのは当たり前なのかもしれません。そして今も駐車場として運営されて収入が入っていて、急がなくていい理由まで揃ってしまっている。誰かが悪いわけじゃない。でも全部の事情が重なって動けない構造が出来上がっているのではないかと考えます。ただ、愛媛県は諦めていません。2回断られても計画を練り直して3度目に挑んでいます。民間の会社に対して事前に意向をヒアリングするサウンディング調査を実施。2025年10月に方針を改めて公表。今度は民間の会社が手を挙げやすい条件を先に整えるという順序に変えました。同じことを繰り返すのではなく、2回失敗した理由を分析してやり方ごと変えているわけです。担当の方々がどれだけ頭を悩ませているか、書類や資料を読んでいるとなんとなく伝わってきます。なんか上から目線で言うのは申し訳ないんですが、ここはちょっと応援したい気持ちになりました。追い風もあります。2024年に松山市が国から都市開発の重点エリアに指定されて民間企業が参入しやすくなっています。渋谷や大阪梅田と同じ指定を受けたんですよ、松山が。そして道後温泉は今まさに全盛期です。この3カ所が完成した時に生まれる体験は日本中どこにもない唯一無二のものです。全国2位の温泉地のすぐそばでホールで学会をして夜は道後温泉に浸かる。これ絶対に他の都市では無理です。農業試験場の跡地にバブルの夢の残骸に財政難で凍結された計画の上に今度こそ何かが生まれるのか。この更地がどうなるのか楽しみに見ていきたいと思います。道後温泉に行ったことがある方、この更地に気づきましたか？ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画はこれで以上です。また次の動画でお会いしましょう。